50円札の肖像に高橋是清が採用された経緯。イントロダクション。日本の紙幣の肖像には、その時代の日本の発展に大きく貢献した人物が選ばれてきました。50円札に採用された高橋是清は、日本の経済史に大きな足跡を残した人物の一人です。本動画では、高橋是清が、50円札の肖像に選ばれた経緯とその意義について、詳しく解説していきます。高橋是清の功績。高橋是清ってどんな功績があったのだ？主に経済面での功績が大きいわ。特に高橋財政と呼ばれる積極財政政策で昭和恐慌から日本経済を救ったことが有名ね。当時世界恐慌の影響で日本経済は深刻な不況に陥っていたの。そこで高橋は金本位制からの離脱、為替レートの調整、そして国債の日銀引き受けという3つの革新的な政策を実施したわ。これらの政策により日本は世界に先駆けて恐慌から脱却することができたのよ。なるほど、経済の専門家だったのだな。でも具体的にどんな効果があったのだ？まず金本位制からの離脱によって円安が進み、輸出が促進されたの。また国債の日銀引き受けによって政府支出を増やし、公共事業を活発化させることで雇用を創出したわ。さらに農村救済や中小企業支援などきめ細かい経済対策も実施したのよ。すごい功績なのだ。でも最後はどうなったのだ？そうよ。残念ながら1936年のに26事件で暗殺されてしまったの。軍部の暴走を危険視して軍事費の増大に警告を発し続けたことが原因だったわ。彼は財政の健全性を重視し、過度な軍事支出が経済を破綻させる可能性を指摘していたの。50円札採用の経緯。なぜ高橋是清が50円札の肖像に選ばれたのだ？日本の経済発展に対する彼の貢献が高く評価されたからよ。特に昭和恐慌期に実施した高橋財政はケインズ経済学に先駆けた画期的な政策として国際的にも高い評価を受けているの。また戦後の日本の経済政策にも大きな影響を与えたわ。他の候補者はいなかったのだ？もちろん他の候補もいたけど、高橋是清の経済政策は現代でも非常に高く評価されているのよ。彼の高橋財政は政府が積極的に経済に関与して景気を回復させる手法として世界的にも注目されているわ。特に2008年の世界金融危機後、各国の経済政策に大きな示唆を与えたと言われているの。肖像採用の意義。50円札の肖像に採用された意義は何なのだ？大きく分けて3つあるわ。まず日本の経済発展に貢献した人物を検証する意味があるの。彼の経済政策は現代のマクロ経済政策の先駆けとなったわ。次に財政の健全性を重視した彼の姿勢を後世に伝える役割があるの。過度な軍事支出に警鐘を鳴らし、命を賭して財政規律を守ろうとした姿勢は現代にも重要な教訓を与えているわ。そして経済政策の重要性を国民に示す意味もあるのよ。なるほど。お金の価値を守ることの大切さを教えてくれる人だったのだな。その通りよ。彼は最後まで日本の財政の健全性を守ろうとした人物だったわ。その精神は紙幣の肖像を通じて現代の私たちにも受け継がれているのよ。まとめ。高橋是清が50円札の肖像に採用されたのは、彼の革新的な経済政策と財政に対する真摯な姿勢が高く評価されたためです。特に昭和恐慌期の高橋財政は、世界に先駆けた積極財政政策として、現代の経済政策にも大きな影響を与えています。また、財政の健全性を重視し、軍部の暴走に警鐘を鳴らし続けた彼の信念は、今日の日本経済を考える上でも重要な示唆を与えています。50円札の肖像は、そうした高橋是清の功績と理念を、後世に伝える重要な役割を果たしているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。